こんにちは、ケミです。今回のゼケミは気候変動入門編ということで、1つ目は気候変動で詰まるところ、気候がどう変わっていくのか。2つ目は気候災害とは何なのか。この動画を通してこれから解説していきます。まず天気とは、雨が降った後に晴れた日が3日続いて暖かくなったりと一時的なものです。一方、気候というのは10年以上の長い期間にわたる地域全体の典型的な気象のことを言います。この気候が変化することを気候変動と言います。では具体的に気候ってどのように変わっているんでしょうか。まずは地球温暖化と言われていることですから、気温がどんどん上がって暑くなっているということが変化の特徴の一つとして挙げられます。もしこのまま CO2 の排出量が今のペースで増えていくと、このコンピュータシミュレーションで示されている通り、さらに地球全体で気温が上がっていくことになります。これは気候モデルのシミュレーションです。およそ100年後に地球上のどこが今より何度暑くなるかを表しています。最も濃い赤は3度の上昇を示しています。北極圏は中でも特に温まりやすいです。実際過去30年間の気温の変化を見てみると、北極圏は世界平均の2倍の速さで温暖化が進んでいることが分かっています。2090年までにはペルシャ湾やインドなど気温が暑すぎて居住不可能になる地域がどんどん増えていくと言われています。反対に地球温暖化によって寒冷化するところも一部あります。こうした例外もありますが、地球の大部分の気候はどんどん暑くなっていきます。気候変動の他の大きな特徴としましては、乾燥しているところはより乾燥していって、湿潤地域はより湿潤になっていくって言われています。言い換えると、乾燥している地域にはさらに雨がどんどん降らなくなっていって乾燥していって、雨量の多い地域はさらに雨量が増えてしまうということが気候変動として起こります。さて、気温が上がれば上がるほどこうした気候変動の度合いといったものが大きくなっていきます。原因が自然または人為的であるか否かにかかわらず、こうした傾向が数々の自然災害を招きます。気候変動によって引き起こされた災害のことを気候災害と言います。ここ最近目にしてきたニュース、インドのバッタの大量発生、オーストラリア・シベリアでの大規模な森林火災、最近ですとロサンゼルスの森林火災、そして去年日本で起こった西日本豪雨、今年の九州豪雨、これらは全て気候災害です。全て気温が上昇するにつれ、気候災害の規模、期間、頻度は大きくなっていきます。今回は少し干ばつについてお話をしたいと思います。これは世界的な干ばつの可能性を示すデータです。赤はマイナス6も乾燥し、薄い紫はマイナス20も乾燥することが予測されています。マイナス6は1930年代にアメリカで起こった記録的な大干ばつのレベルに匹敵します。世界の多くの地域が今後大きく乾燥の影響を受けるという予測です。気候災害によって人が住めないエリアが増えるだけではなく、食料の生産も大幅に減ることになります。これは2050年に世界でどれだけ農業の収穫が減るかを表しています。緑の地域では収穫が増えますが、赤い地域は今より 50% も収穫が減ることが予測されています。食料に加えて水の確保にも重大な影響を与えます。そんな中、地球の人口は急速に増えていっているんですね。土地と水、食料の争奪戦、つまり気候変動が流血を伴う紛争を引き起こす可能性が十分に高いんです。このまま排出量が続いて温暖化が進んでしまうと、気候変動によって多くの命が失うということは明白です。だからこそ私たちはこの気候変動の影響を最小限にしていかなければなりません。最後まで視聴してくださりありがとうございました。より多くの人にこの事実を知ってもらえるように、動画の高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。